こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー161です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは、番号の色で内容を分けています。これを作ります。使用したガラスです。動画の最後で余熱台を紹介します。動画6で紹介している集中円バーナーを使用します。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローを使います。ステンレスストローに A27 ブラウンをつけて風船を作ります。割って使います。頭、足の順番で作ります。頭の工程です。G36 無色透明を一旦硬い状態にします。直径約 18mm です。A27 ブラウンをポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。左官ごてで平らにします。溶かします。直径約 8mm の G36 無色透明です。ノギスで測った時にひびが入ってしまいました。押し込みます。溶かして外すつもりでしたが、ひびの部分が折れました。そのまま溶かします。ガラスを減らします。回収します。溶かします。左官ごてで平らにします。溶かします。左官ごてで平らにします。溶かします。キノコみたいな形になりました。キノコみたいな部分をピンセットでつまんで取り除きます。頭ができました。余熱台に乗せます。バーナーから約 170mm の位置で温めます。次は足を作ります。G36 無色透明を一旦硬い状態にします。直径約 17mm です。先端を温めたら A27 ブラウンの破片を貼り付けます。熱で貼り付けます。はみ出ている部分を取り除きます。G36 無色透明をポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。12個の点をつけました。溶かします。剣山に押し付けます。押し付けた位置が良くなかったのか、2回押し付けたのが良くなかったのか、原因はよくわかりませんが、線が途切れてしまいました。境目に刺した穴があります。これが良くなかったかもしれません。右側の映像が途切れた線です。溶かします。下向きに溶かすと空気が入る可能性が高くなるので、上もしくは水平で溶かします。溶けました。左官ごてで平らにします。溶かします。剣山で刺した部分が伸びてきました。左官ごてで平らにします。溶かします。先ほどよりさらに伸びました。E28 淡い白を接続します。透明ガラスを一旦切り離して、全体を少し伸ばしてから再度接続します。E28 淡い白を外します。足ができました。余熱台の頭を取ります。温まっているので、すぐに炎の中に入れることができます。頭を柔らかくしたら、炎の外に出して足を差し込みます。気持ち浅めに差し込みます。この後、頭を溶かして足側にかぶせていくので、少し浅めに差し込むのが良いと思います。頭側のガラス棒を外します。動画160では、この形のまま透明ガラスで覆いました。結果、空気がたくさん入ってしまいました。皆さんから空気が入らないようにするアドバイスや情報をいただきまして、今回紹介するこの方法に変更しました。頭の透明ガラスを溶かします。炎の外へ出してガラスが下がるのを待ちます。頭を溶かして足側へかぶせていきます。頭を炎に当てます。ガラスが下がるのを待ちます。足側へかぶせていきます。斜め上に向けて頭を炎に当てます。
ずっと炎に入れていると、ガラスが溶けすぎて頭が崩れてしまいます。炎の中に入れたり出したりしながら、溶かしすぎないように溶かします。炎の中に入れすぎ、溶かしすぎには注意してください。炎の中へ入れる、炎の外へ出すを何度も繰り返して徐々に溶かしていきます。ここで急いで一気に溶かすと形が崩れて失敗する可能性が高くなります。急がずに時間をかけて溶かしてください。6分ぐらいでなだらかな形になりました。このなだらかな形にするのがポイントです。なだらかな形にしてから透明ガラスで覆うと空気の侵入を減らすことができます。G36 無色透明で覆っていきます。左官ゴテで整えます。先ほども紹介しましたが、途切れた線があります。この線を取り除きます。タングステン棒を熱しながら差し込みます。引き抜きます。ピンセットで取ります。途切れた線を取り除きました。ガラス棒を接続します。足は伸ばしても伸ばさなくても良いのですが、ねじりながら伸ばします。きなりガラスの濃い青緑透明をつけます。背景に濃い色をつけると、クラゲの形や色が見えやすくなります。左官ゴテで広げます。伸ばします。佐竹ガラスときなりガラスを使用していますが、違うメーカーを一緒に使うことは基本的にお勧めしません。ガラス棒の位置を変えます。濃い青緑透明を左官ゴテで広げます。伸ばします。左官ゴテで形を整えます。ガラス棒の位置を変えます。点打ちで足を作ります。ポチッとつけたら引き伸ばして炎で切ります。3箇所に山を作ります。足を作ることだけに集中していると本体が冷めてしまいます。時々本体を温めることを忘れないようにしてください。ガラスを追加していきます。鉄板の上に置いて手を離します。安定して立つか確認します。ガラス棒を少し温めて接続します。仮付けです。接続したところでタイマースタートです。頭側のガラス棒を外します。軽く衝撃を与えてガラス棒を外します。しかし、ガラス棒がついたままパーライトに入れて、後でガラスを外しても良いと思います。2時間後に取り出します。寸法です。完成品です。背景を濃い色にすると、クラゲの色や形が見えやすくなります。動画160の時と比べて、かなり空気を減らすことができました。仮付けの跡が残っていますが、この場所は基本的に見えない位置です。今回のポイントです。頭と足の接続部分をなだらかにしてから透明ガラスで覆いました。こうすることで空気の侵入を防ぐことができます。予熱台を紹介します。動画の中では約 170mm の位置で温めていました。アルミ製の L 字アングルのサイズが違うのは特に意味はありません。偶然身近にあったものを使用しただけです。斜めになるようにワッシャーがかませてあります。L 字アングルの一部が切ってあるのは取りやすくするためです。これは重りとして入れてあります。これも重りです。L 字アングルを取り付けます。これで動画ナンバー161を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。